はい。じゃあ今日のケースやっていきましょう。今日のケースは28-year-old female presents with fatigue and worsening anemia ということで28歳の女性。今日の症例は割と若い方ですね。倦怠感と、あと貧血の進行があるということで、来た患者さん。History of present illness. She was sent to the emergency department by her outpatient hepatologist for evaluation due to worsening anemia. She has daily nosebleeds, but these are not increased in frequency or amount. She also had two recent falls in the last 3 weeks, with the last fall 1 week ago, and his head and left shoulder. She feels increased weakness, fatigue, and bruising. She also has mild diffuse abdominal pain. She also has mild flank pain but no dysuria. She had a fever of 103.8 Fahrenheit last week. 今日のケースはかなりチャレンジングな感じがしますね。まずちょっと病歴確認していきましょう。まず救急外来に来ましたけれども、ヘパトロジストが送ってきたということなので、もともと肝臓の病気がありますということなんですかね。28歳の女性で肝臓の病気、なんでしょう。あとは、その上で、貧血が進行してきてますということなんですね。貧血に関係している臓器といっても、一般的には、エリストロポエチンを作っている腎臓なので、肝臓どうかしらというところですけど、例えば肝硬変とかが、ちょっと年齢的にはどうかな、肝硬変があったりして、脾臓も肝皮腫に伴って、例えば、肝皮腫って肝硬変で肝皮腫にならないか。でも脾臓が大きくなってたりすると、そこでどんどん赤血球が消費されたりっていうので貧血になったりすることもあるかもしれないですね。で、その上で、でもその貧血はプライマリに来てるというより、プライマリというかその貧血が来てるというよりは、貧血そのものが、造血側とか消費側でっていうよりはなんていうのかな、消費側でっていうのかな、これ結局鼻血が出てるということなんですね。鼻血がしょっちゅう出てる。でも鼻血がしょっちゅう出てるから貧血になるってちょっとさすがに考えにくい気がするんですけど、これは貧血だけじゃなくて血小板機能も低下しているということを言いたいのかもしれないですね。で、あとはこれがまた一番よくわからないのが、転んでると。この3週間、2回転んでる。で、最近転んだ1週間前と。で、頭と、肩を打った。頭と肩を打ったってないんですけど、とにかく頭の中に何か出血さらにしてたりすると嫌だなというところですよね。鼻血が出やすい。出血傾向がある人が頭を打ったっていうのはそういうところが気になる。で、あとは、この weakness, fatigue and bruising。倦怠感と、あと脱力感と、あと、出血傾向、皮膚に血が出やすいみたいなところをブルージングと言ってるんでしょう。で、あとはお腹も痛いし、横っ腹も痛い、脇腹も痛い、脇っ腹も痛いけれども、お小水に関しては特に排尿障害は見当たりませんということなんですね。で、あと、熱もあると。これは熱もあるって熱が何から来てるかあれですけど、例えば、パンサイトペニアがあるんであれば、白血球も減ってるから感染してるというふうに考えるのが素直なところかもしれないですね。28歳の女性で、パンサイトペニアになる病気、素直に考えれば白血病でしょう。ちょっと今この状態だと急性白血病としか何とも言えないですけどね。それ以外血球なんか感染症があって螺旋種の、感染症があってそこから血球鈍色症候群になってるみたいなこともあってもいいのかもしれないけれども、でもこのもうちょっと先週が全ての始まりっていうよりはもうちょっと前から3週間前から転んだりしてるのでもうちょっと前からいろいろありそうな感じがしますね。Further history of review of systems, she was hospitalized 3 months prior with a new diagnosis of alcoholic hepatitis and cirrhosis.
Prior to that hospitalization, she drank 1/5 of vodka at least 4 times a week. She was started on prednisolone during her past hospitalization. She has never had an EGD. Review of systems negative for melanic stool or hematochezia, hematemesis, or menorrhagia, cough, shortness of breath, rashes, arthralgias, or myalgias. ということで、消化管出血はないと。少なくとも本人は言ってないということなんですね。このアルコール性肝硬変まであるということであると、素直にいけば、例えば食道静脈瘤があって、吐血してる、吐下血してますみたいなもので貧血になってます。であとは、例えば血小板減少がありますみたいなことはあってもいいかもしれない。でも、そういうのは少なくとも積極的に疑うようなレビューオブシステムズは見当たりませんでしたということを言っているのかなと思いますね。あとは、倦怠感とかの原因の中で、shortness of breath もあるので、呼吸が苦しくて倦怠感というわけでは、ないというか、少なくともそういう症状は出てないということなんですね。その他に、皮疹とか関節痛とか筋肉痛みたいなものは見当たらないということで、これはじゃあこの肝臓病が何だったのかっていうことがアルコール性だっていうことが分かったぐらいで、これといって何か進んでるわけじゃないかな。ステロイドを使ってるっていうところがね、気になるヒストリーの一つではありますけれども。じゃあこのまま行きましょう。Past history, past medical history, iron deficiency anemia, hepatitis C, cirrhosis. なるほど。アルコールだけじゃなくて、肝硬変は C 型肝炎もあると。なんで C 型肝炎になったのかっていうところが気になりますね。Past surgical history, tonsillectomy, 扁桃摘出をしたことがあると。Social history, formerly used IV drugs, intermittent alcohol use of 2 beers several times a month, smokes 0.5 cigarettes a day, not currently sexually active, no recent travel, medications furosemide, spironolactone, alprazolam, thiamine, family history, no family history of cirrhosis or bleeding disorders ということで、情報いろいろありますね。鉄欠乏性貧血と C 型肝炎と肝硬変で、点滴をやっていて、IV ドラッグユーザーであるということなんですね。そういう生活状況の方で、お酒も飲むし、タバコも飲むし。ただそんなにむっちゃくちゃ飲んでるっていう感じでもなさそうですけどね。あとは、今は一応性交渉はそんなにしてませんと。そんなにというか性交渉はしてません。よくあるマルチプルパートナーズという感じではないと。旅行もない。で、内服薬としては、フロセミドとスピロノラクトンを飲んでる。ちょっとむくみもある方なんですかね。あと睡眠薬と、ビタミン B1 飲んでますと。いうことですね。このふらつきがどこから来てるかっていうところに対してなのか、あとはアルコールを飲む人で、ビタミン B1 欠乏になりやすいから、それの予防で飲んでるということなんでしょうかね。血小板と貧血まではね、説明できますけど、どうかな。この発熱っていうところがちょっと、まだこれだけだと説明しきれないかな。腹水があれば、腹水からっていうところでお腹が痛いとかも説明してもいいかもしれないですけどね。例えば SBP とか、後編腹水で SBP とかもよくありそうですね。テンパラチャー、あんまり発熱今はしてないですね。37.2 heart rate 90 to 108。ちょっと幅がありますね。regular なんだろうか。SPO2 96% on ambient. Respiratory rate 20. B blood pressure 96 over 49. General comfortable. ENT. Nose with dried blood in bilateral
airs, no masses or active bleeding seen, pale mucous membranes, cardiovascular, tachycardia, no murmurs appreciated, warm extremities, ショックじゃない。pulmonary, clear to all circulation, bilaterally. これが CTAB みたいなやつですね。normal work of breathing, abdominal, mildly distended but not tense. ちょっとお腹痛い。diffuse tenderness to palpation but no rebound or guarding, positive fluid wave, stretch, marks on abdomen. ちょっと体重あることなんですかね。お腹の皮膚が割れてますということなんでしょう。large ecchymosis on left flank without signs of a hematoma, skin jaundice, bruising of the skin, neurological, no focal deficits, no asterexis, normal finger to nose, no neuropathy, alert and oriented times 3ということで、小脳失調、あまりはっきりしたものはなさそうですということなんですね。でもまあ横断もあったりするし、出血斑もあるし、まあでもやっぱ情報あんまり今の段階でどうかな。ちょっとショック、いわゆるショックバイタルですよね。こう血圧が低くて脈拍が速いけれども、末梢はあったかいというところなんですね。他は微出血があって、お腹全体的に痛くてフルイドウェーブがあると思います。ちょっとこれで SBP が上がったかなというところ。あと横断があって、あんまり変わってないですね。どっちかというと SBP かな、どうかな。Labs with reference ranges in parentheses. ヘモグロビン低いですね。Upon review, hemoglobin was 10 1 month ago and 7 1 week prior. 1ヶ月前は、ヘモグロビンが10で、1週間前が7だったと。そうなんですね。あとは、white blood cell 4.5 with ALC.6、MCV116、鉄欠乏じゃないですね、これ。はい。で、platelets 93、とても低いということで、これで、ヘモグロビンも低いけれども、白血球も、血小板も、低いということになりそうですね。Complete metabolic panel, low sodium, low potassium, low albumin, high bilirubin, high AST, ALT はちょっと高いけど、AST の方がはるかに高いんですね。溶血出るのかな、あとはアルコール性肝障害なのかなって感じですね。Coagulation factors, INR 2.46、INR も高い。APTT は正常。フィブリノーゲンが低いと。陽子因子の減少もあるということなんでしょうね。Diagnostic paracentesis 850C cellularities ですかね。20% neutrophil and 810 RBCs。結構出血、なるほど。腹腔内出血してるっていうことも言おうとしてるんですかね。UA with a specific gravity of 1.012 ちょっと低めですね。Moderate bilirubin globulinogen 4.0 10 white blood cells 7 squamous cells hepatitis C 型肝炎が陽性です。Respiratory pathogen panel negative。いわゆる PCR をやって、呼吸器感染症のパネルをやったけれども、特に引っかかりませんでしたということで、CBC と、新しい情報としてはやっぱりパンサイトペニアがはっきり確認できたというところと、あと、凝固因子の異常もある。これは肝硬変があってというところから素直にいけば考えるのがいいんでしょうね。あ
あと腹水。腹水はただの腹水じゃなくて、白血球だけじゃなくて赤血球も結構出てるというところで、ここが一番ポイントになりそうですね。じゃあどこから出てるんだということになりそうです。Imaging chest radiograph without acute abnormalities. CT abdomen pelvis with contrast. No evidence of active gastrointestinal bleeding or retroperitoneal hematoma. Cirrhosis with portal hypertension evidenced by small to moderate volume ascites, splenomegaly, and small caliper upper abdominal varices. 胸部には特別異常がなくて、腹腔内に関しても、いわゆる出血、消化管出血であるとか、後腹膜血腫みたいなものは見当たらなかったと。で、肝硬変があって、門脈圧更新の所見がある。腹水もそんなに極端に出てるわけじゃなくて、でも皮腫はあって、upper abdominal varices、いわゆるバリックスがちょっとありましたということなんですけど、これは食道なのかそうじゃないのか、ちょっといまいちはっきりしませんね。でも、食道じゃなさそうな書き方をしてるからちょっと引っかかってますけど、そこから破れてるということなんでしょうか。Further labs, additional labs, HIV, ferritin, HIV マイナスか、ferritin 317高いということですね。reticulocyte 4.8%、網状赤血球高いですと。LDH 883、LDH が高い。ハプトグロビン低い。溶血しているということなんですね。B12 and folic acid level normal。さっき第9性貧血だったので、これも測っているということなんでしょう。で、C4 が低くて、C3 も低くて、ルーマトイドファクターが高くて、トリグリセライズ、中性脂肪は普通ですかね。で、クームステストがネガティブ。さっきちょっと溶血もあるのかななんてところでクームスも調べて アイハーも調べたということだけども、アイハーは積極的には考えにくいということなんですね。この人何歳だったっけ ?28 歳の女性で、そうか。LE ってこと？平補体、半血球減少、リウマチ因子陽性、LDH コーチ、アイハープラス ITP のプレゼンテーションというよりは SLE なのかな。白血病とじゃなくなってきちゃったな。Peripheral smear showed clumping of the RBCs on 3 separate smears. Teardrop cells were seen. No cystocytes or spherocytes were seen. Hemoglobin level increased 3 points after blood sample was rewarmed to 37 degrees Celsius prior to analysis. クームスはネガティブで、寒冷凝集素ってクームス陰性の時寒冷凝集素ってこういうの霊式愛派ってきっと言わないんですよね。寒冷凝集訴訟みたいな名前になるのかな。やっぱりそうだよね。コールド愛派、霊式愛派って、でも一応書いとこう。しかもサミットになっちゃった。ここまで言われて、エフィシエンシーが全くないですけど、でもコールドアイ派ともきっと違うんだろうな。コールドアグルティニンディジーズ。SLE も結構出してる人いますね。でもじゃあなんでっていう話になりますよね。Case resolution. The patient was diagnosed with cold agglutinin disease, CAD. The cold agglutinin titer came back elevated at 164 to
512. Her cryoglobulin level came back trace positive with type 2 cryoglobulinemia. It was thought that type 2 cryoglobulin antibodies were leading to cold agglutination since hemoglobin improved significantly with rewarming of the sample and the MCV was very elevated. It was thought that the primary mechanism of the anemia was falsely decreased values due to agglutination, with elevated indirect bilirubin and AST-ALT ratio. Mild hemolysis may have also been present, since hemolysis was not significant. She was not treated for CAD. She started treatment for hepatitis C outpatient and repeat cryoglobulin assays were negative. Pathophysiology. Cold agglutins are antibodies, usually IgM, that bind to antigens on red blood cells at cold temperatures. Binding causes agglutination and extravascular hemolysis of red blood cells due to activation of the complement system. There are rare case reports of cryoglobulinemia and cold agglutination occurring concurrently due to an antibody with dual properties. Epidemiology. Cold agglutinin disease is a rare type of hemolytic anemia with an annual incidence of 1 case over 1 million people. CAD causes about 15% of cases of autoimmune hemolytic anemia. It usually occurs in elderly patients with an average age at diagnosis of 72. CAD predominantly affects females and an underlying hematological malignancy is found in almost 80% of patients. Clinical presentation. The most common symptoms are acrocyanosis, fatigue, and dyspnea on exertion. Cold-induced symptoms occurs in 40 to 90% of patients. Laboratory abnormalities include anemia, hemolysis, and a spuriously high MCV due to agglutination. If present, hemoglobinuria is usually mild. Diagnosis of CAD is usually made by fulfilling these 3 criteria: evidence of hemolysis, positive Coombs test for C3D, and cold agglutinin titer of over 64 at 4 degrees Celsius. However, about 5 to 6% of Coombs tests are negative in those with CAD. Gosh. そうですか。Treatment. About 80% of those with CAD require treatment. If CAD occurs due to an infectious trigger, it may be self-resolving. Corticosteroids can be tried, but response is generally poor. In those needing treatment, rituximab and alkylating agents such as bendamustine are generally first line. Clinical parallel. Rheumatoid factor is sometimes called poor man's cryoglobulin because it is usually elevated in type 2 cryoglobulinemia. Since complement factors and haptoglobin are synthesized in the liver, levels may be decreased in those with cirrhosis and should be interpreted with caution. いや、difficult でした。ということで、じゃあこの症例これで終わりにしましょう。お疲れ様でした。